で私も多分ここ黒くすると思います。なんか不安と恥ずかしいのなんか間感じですね。褒められたはずなのになんかえっていう、なんで触ってくんのみたいな。Hello! こんにちは。今回も山口静香さんが来てます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。LINE 漫画で横の白黒の漫画じゃなくて、最近有名になってきている縦スクロールでフルカラーの漫画を連載していました。少女漫画を描いてるので、はい。やっぱスクリーントーンは大事だと思ってるんですけど、センスが全くないのでチャレンジとして貼ってみたいんだけど、この原稿にじゃあ何のシーンですか？主人公とヒーローが出会うシーンなんですけど、急に声かけられたと思ったらまさかの急に髪の毛触られてびっくりっていう。何で触ってる？髪の毛めっちゃ綺麗っつって勝手に触っちゃうっていうシーンでした。これはアウトです。だ相当びっくりしてます。このあー嘘だろみたいな、なんか誰にも髪をいじられたくないっていう主人公だったんで、相当びっくりするっていうシーンです。面白い。できるのかな。ここはすれ違ってるところですか？はい、すれ違ってでこうなんだろうって思ってあー声かけられて、なんだろうって振り向いて、ちあーょっとじゃあ気づいてるおーって髪の毛めっちゃ綺麗な子いるって思ってて、で不意に声かけちゃうっていうシーンです。一番いいトーン見つけます。はーい。これじゃないね、色ついてる。でもカラーをグレーにしてもそっかそっか、いいのがあったらいいですよね。デフォルトこんなにいっぱい入ってるんですね。ちゃんと見たことなかった。いっぱいある。今目線こっち見ているけど、一回お互い目は合います。こことここあは。ー分かはいった、あーこの子はただびっくりしてる、髪綺麗って思ってる、声まで出ちゃったし触っちゃったっていう感じです。なるおほど。お、これでいい。めっちゃ少女漫画っぽい。キラキラ。トーンってすごいですね。めっちゃ少女漫画っぽくなりますね。急に。こうかな。本当に何の意味はないけど、特になんかただトーン入れました。綺麗な人がいました。ちょっとびっくりさせよう。ドン。おお。ちょっと直線が入ってる方がはい。びっくりしてる感じかな、と思ってました。ちょっと顔が見えるようにはい。します。ここでその綺麗だっていう思わず。綺麗が書いてあるのがあるから。綺麗って書いてあるやつを探すの。それでいいかな。めっちゃ単純な。Google で検索して綺麗スクリーントーン。ありました。これしてみる。お。あ、可愛いお花。動かします。こうかな。こうサイズ感とかは変えないんですか？拡大縮小。楽しい。おお。で、これは不安だから考えがあります。黒。あ完成です。ー。はい。ふわふわ衝撃花と不安。おお。完成です。お疲れ様です。じゃあお願いします。静かに。おお。グラデーション入れて。そう、グラデーション入れて、グラデーションちょっと切り取りたいんで、ちょっと枠作っちゃいます。外側に選択がしづらくてここが選択したい。こう抜きたい。ここら辺を削ろうか。じゃあ先にそのグラデーションは光はあっち側から来てるよ的な。あ、そうですね。なんかびっくりして、で結構距離が結構近いんで、ちょっと全体的に影を、この子にすごい近くに人がいるっていう感じの影を入れてますね。でこう背景ちょっと暗めにするか悩んでるんですけど、他のコマ見ながらちょっとここは考えるとして、でこの子私もキラキラしたのを入れたい。どうしようかな。パチパチって感じのがこれブラシで入れてますね。模様の、はい、これ多分クリップスタジオの素材で落としたやつです。でそっからこれをどこ残すか、やっぱ後ろだけにしようかな。特にそのトーンなんか選んだ理由とかありますか？この時やっぱ髪が綺麗で感動って感じが入ってるんで、ほわってした感じのトーンに今してみました。ここちょっとイメージになるべく自分の中にあるイメージにすり合わせたいんで、いろいろ重ねようかなと思うんですけど。そっか。じゃあ作られてるトーンは春だけ。そうですね。いじって
なんか調整しながら。はい、いろいろ組み合わせたりはするんですけど、こういうトーンとかが結構イメージに合うかな。これ本当に永遠まで遊べますよね。そうなんですよいろいろこう衝撃っていうかインパクトを出したいんで、さっていう効果線入れてもいいんですけど、の前に下になんかもうちょっとこう感動してるような効果線っていうんですかね、こう流れるような感じのイメージを出したいなっていう、今この抜いてますね。ちょっと動きを入れる感じ。はい、そうですね。なんか心のうわっていう感じでもうちょっとキラキラさせたいから。だからたまにアニメで見るびっくりしてる人が後ろで直線が流れていってる感じかな。ああ、こうしてでもうちょっとなんか下濃いめがいいなって思ったんで、グラデをちょっとキラキラしすぎましたねめっちゃ悩んでますね。ちょっとスピード線のなんか力がすごいね多分これ画面制服に結構ベタを塗ったりとか濃い色の制服にすると結構引き締まるかなって感じです。あとはもう全部もう肌とかに影のトーンを貼ったり、服とかにも影のトーンを貼るとここの画面はだいぶ引き締まるかなって感じで、背景はでもこんぐらいかなと思います。そっかそっか。そうね、服は暗くトーン貼ってるなら背景は逆にコントラストを入れても大丈夫だよね。そうですね、そんな感じでいいかなあなんか不安と恥ずかしいのなんか間感じですね。そうそうそうですね。褒められたはずなのになんかえっていう、なんで触ってくんのみたいな感じので、私も多分ここ黒くすると思います。おでこのバランス見たらやっぱこっちもちょっと暗くしようかなって気がするんで、お互いの気持ちが合ってないことが分かりますね。男の方がすごいふわふわ綺麗なってるのに女の方がどうなってる何みたいな不穏な空気ね、こんな感じすごいかなと思いますはい、こんな感じです。はい、少女漫画スクリーントーン貼ってみました結構単純につけたんだけど、多分一番大きな違いはやっぱ単純にトーンをつけるよりも、いろんなトーンの重ね方で自分のそのシーンに合わせてるトーンが作れますよね。で今回はもちろんちょっと急いで入れてみたんだけど、スピード線も含めて暗いスクリーントーンをなんか薄くしていろんなところで削って、でこういう流れ星ような光、いいですね。あと私がやってみたのはこの不安になるところは、黒くしたんだけど、やっぱ山口さんがこういう風にしてやっぱこっちももっと暗い影入れたら、なんかはっきりこのページは軽いところはその男の人の気持ち、暗いところはその女性の方の気持ち、そういう風に分けて意味がもっと伝わっているようになってますよね。ところがもうずっとキラキラして心がすごいガッて動いたって感じのパッっていうキラキラした動きになってます。でこれ特別な言い方あるのかな。ガーンって感じなんです、ショック。あとこれ面白かったんですね。この影を上に置いて人が近いから影が落ちてる。なんかこう近い目な感じだと結構少女漫画もバーって影落として、でトーン削りみたいな感じで抜いていくと少女漫画っぽい感じになりますセリフの上とかにも多分トーン貼っちゃって、なんかキラキラとかにしても、こっちもすごい暗めのグラデトーンとか貼っても面白いかもしれない。たまに山口さんの漫画で、その手で書き文字もはいそれはどういう効果とかあるんですか？なんていうんですかね、余談的な感じなんですよね。あんまりメインとして読んでもらえなくていいけど、そのキャラクターの特性がすごい分かりやすいのが書き文字とかですね。心の声に近いんじゃないですかね、書き文字で。私勝手に少女漫画だから
花的な模様入れてみたんだけど、はい、やっぱこういう風に適当になんか意味なくて入れちゃダメですよね。なんで花がこの風にあるかわかんないよね。でもなんかこっちだと印象すごいほんわかした漫画になると思います。全体的に可愛い感じの、もう男の子もなんかふわっとした可愛い感じの男の子の性格なんだろうなみたいなのがこっちだと。こっちだとなんか勢いで言っちゃったんだろうなって感じのイメージになると思うんで、やっぱり自分の中にあるこの男の子のキャラクターのイメージとか、その時のメインの見せたいキャラクターの方の感情に近いイメージを追ってトーンを張った方がより伝わりやすい、感情が伝わりやすくなるかなと思います面白い。まあ皆さん多分自分でも同じシーンを漫画とスクリーントーン貼ったら全然違う感じかもしれないけど、私あんまり少女漫画詳しくない人がトーン貼ってみましたでも可愛いです、すごい、キラキラ。少女漫画だから花いっぱい入れなきゃいけないと思ってたんだけどやっぱこういう風に後ろで光とか、あとそういうコントラストの使い方とか、あとスピード線も入れて、あと私一番多分勘違いかもしれないけど、男の人の立場にいてこの人の顔を見てこれが男の人の気持ちだと思ってた。だから本当そっかなんか好きな人を見て後ろは自分の気持ちでも、こういう静香さんが書いてるように後ろの背景と影は本当はその人の気持ちにやってる。でもこれもしかしたら漫画の前後も結構関係してくるかもしれないですね。どういう漫画を描いてたか、私は自分の漫画なんでわかるんですけど、それでどっちの目線で描くかによりますね。これ全然違いますもんね。確かに一コマ目。私が多分あんまり女の人の気持ちあまり考えてなかった。このシーン以外この1、2と3は全部男の人の気持ちだった。いや難しいですね。正解そう考えたらないですね。これもこれで男の子の目線から見たらこれで絶対合ってます、ね、そうね、正解は特にない。女の子主人公だからっていう感じでした私。じゃありがとうございます。山口静香さんの漫画はLINE 漫画とか Webtoon で読めるので、ぜひ読んでください。ホームページ頑張ってワードプレスで作ったんでよかったら見に来てください。ブログできれば毎週のように更新しようと思ってるんで、Twitter 山口静香って名前でやってるので Twitter のフォローもよろしくお願いします。あとは静香さんが他の動画いっぱいいますので、ぜひそれも見てください。見てください。あとチャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあバイバイ。バイバイ。スクリーントーン貼ってみてください私も頑張ろう。まだ適当にじゃないちゃんと考えてやってください。